こんにちは、オートウエストエンドです。今回はこちらの後部座席の吹き出し口の修理をしていきたいと思います。夏本番になってきましたが、後ろのこのレバーの部分が壊れてしまっていまして、風向きを調節することができない状態になっていました。先日エアコンガスの補充はできまして、キンキンに冷えたエアコンを使うことができるようになりました。それに続きまして、こちらの吹き出し口壊れたままだと使いづらいので修理していこうという感じです。はい、こちらは上下に動かすことができますが、向かって左側はもう壊れていて調節ができません。ただ左右に動かすことはできるようです。そして反対にこちら向かって右側の方は左右に動かすことができないんですよね。それぞれ一つずつ問題がある互い違いな、問題ですが、これを今回直していければなと思います。この左右に動かないという問題に関しては、このつまみの部分だけを交換すればいいようなので簡単に直せるんですが、これもう固着して動かないので、これちょっと外さないとわからないのかなというところと、向かって左側の方は今度は上下に動かないということで、これはこのつまみの部分の問題ではない、全体の内部の問題になってくると思うので、これはもうちゃんとね分解して中を見るしかないということで、今から順番に外していきたいと思います。事前に外し方を YouTube などで調べようと思ったんですが、最初から最後まで解説しているものがなかったので、結構手探りでやっています。一応今回外すことができたので、このエアコンの吹き出し口外したいと思っている方はぜひ参考にしてみてください。まずは運転席のこちらのパネル T20 のトルクスビットを使って外していきます。ボルトはここ一つだけですね。あとはクリップなどで止まっています。これが外せましたら、ちょうど真ん中あたり、一旦ね椅子をこう後ろに下げまして、ちょうどパネルの真ん中あたりにクリップが2つあります。外してみて分かったんですが、この端っこの方にはクリップはありませんでした。なので持ち上げる場所はこの真ん中の部分です。ボンボンと、引っ張ると外れてくれます。そしてこの状態で今つながっているのはこちらの前方の部分、ペダル上のパネル、これと噛み合ってる感じなので、これは少しずらして外すだけです。そしてこちら手前の方はスライドを前にさせると外すことができます。そして一旦椅子を前にしまして、で後部座席に移動をします。そうしますと、もう1枚短いパネルがこちらの吹き出し口の方まで続いているんですが、これも同様に前にスライドさせますと、こういった感じでトリムの接続部分、クリップなどが見えてきます。はい、それではここのボルトを外すか、一旦上のパネルを外すか悩んでおりますが、一旦こちらの小さいパネルを外すことにしました。なるべく少ない工数でね、なんとか目的の場所に向かおうということでやっております。はい、そしていろいろ開けていくと普段気づかない汚れがあるので掃除もしながらやっております。はい、このパネル自体はマニュアルにありまして、上に上げればいいということだったのでやっております。結構硬いので、はい相当な力がいりました。クリップが4つ全部上から下にはまっているような、そんな構造をしています。そうしましたら、こちらのエアコン吹き出し口の上の部分が見えました。そして掃除もまだやっておりますが、爪が4つあります。それを1つずつ外していくと、これ全体的に外れるようで、ちょっとトリムの部分だけ、吹き出し口の手前の部分だけが外れてるような、そんな感じもしたので、おそらく下の方からガコッと外さなきゃいけないんだろうなと思ってやっております。最初に運転席の方のパネルから順番に外していきましたが、
あそこもね、結局外さなくて済むならもうそれしなくていいと思いましたので、助手席側はまだ外しておらず様子を見ている感じです。はい、ということで、やっぱり横あたり、今触っている部分、そこが奥の方でクリップか何かで止まっているんじゃないかということが分かってきました。こう結構ね、力ずくでやってもこのクリップだったり爪だったりっていうのが壊れてしまうと思うので、なんとか慎重にやっておりますが、果たしてたどり着けるものなのか。一応この段階ではもうラチが開かないようだったので、ここにある T20 のボルト、これも同じく T20 でしたね。今日は全部 T20 の工具しか使っておりません。こちらのボルトを外すと吹き出し口の下のトリムが外れるようになるんですが、それを外してみました。そうしますと、その下にこのエアコンの吹き出し口の爪のようなものが隠されていまして、ということは助手席側も同じようにこのパネルをずらさなければいけないということで、こちらも助手席に回ってパネルを外し、そしてこの手前のパネルをスライドさせてこのボルトにアクセスをしました。そうしますと、下のこのポケットのようなスペース、そのトリムが浮きまして、そしてその下に隠されているこの吹き出し口の根元ですね、クリップがあります。引っかかっている部分があるので、こんな感じで見事取り外すことができました。ちなみに先ほど T20 のボルトを外しましたが、その下にもそれぞれ両サイドにあります。全部外そうかなとも思ったんですが、上をね少しずらすだけで取れそうだったので、こんな感じで上のボルトを1つずつ外すのにとどまって、今回は作業を行っています。はい、それではこちらの吹き出し口の手前のトリムの部分、これも爪が引っかかっている感じなので、それを押し下げて取り外します。全部で4つ下にあって、上に2つぐらいかな、爪がかかっていました。はい、もう少しですね。この羽の部分が今回壊れている部分ですので、これももう一段階外せるはずだということで、外し方を見ています。で、左右それぞれ壊れている場所が違うので、両サイドそれぞれをお手本にして、どっちがどう壊れているのかというのを見ていきたいと思います。こちら吹き出し口の羽に関しては、サイドの方に少し引っかかっているパーツがあったので、それを持ち上げると外すことができました。はい、それでは今回の目玉、これですね。ここがどういう風に壊れていて、どうやって直せばいいのかということなんですが、こう今一旦止めていますが、矢印のこの部分のパーツ、ずっと4枚の羽に本来ならつながっているはずなんですが、それがもう折れてしまっています。そして反対側からも伸びているそのパーツなんですが、それももう折れて下に向いちゃってますね。で、そして真ん中の部分はもうどっかに飛んでいってなくなってしまっているので、これを最初はなんか接着剤とかうまいこと言ったらもうビニールテープとかで直せるのかなと思ったんですが、ない部分はもうどうしようもないですよね。なので、どうしたものかということで、さらによく見てみますと、折れたその土台の部分、今ちょうど人差し指で触ってるあたり、そこも折れちゃっています。2箇所折れているような感じです。そしてそれぞれが可動式のようなパーツになっています。なのでそれぞれのパーツを直せたとしても動かないといけないので、接着剤とかでくっつけてしまっても結局ちゃんと動かないなということで、これはもう新しくパーツをオーダーするしかないなという結論になりました。はい、そして今度反対側ですね。向かって右手側の吹き出し口ですが、このサイドに左右に動く部分がもうなんか固着してもう動かすことができません。こういったエアコンの吹き出し口のあるあるの故障原因としては、左右にタブを動かすことはできるんですが、奥にある羽がついてこないっていう場合は、その羽とタブをつまみをつなげているパーツがどっかになくなっていて、でそれを継ぎ足せば直せるということなんですが、今回はその
つないでいる部分ももちろん飛んでないんですが、左右にそもそもつまみをスライドできないというなんか稀というかね、変な現象だったので、ちょっと今外してみてみました。そうしますとねなんとびっくり瞬間接着剤がねくっついて、それで取り付けられていたようです。おそらくこれ前のオーナーさんがもう左右に動かすことができないから、もう接着剤でつけてしまおうと、どうなんでしょう、つまみをなくさないようにとかいたずら防止でつけたのかもしれませんが、瞬間接着剤はもうこれはねつけられたらきついなという感じで、一応カッターとかでそのついている部分を削って少し左右に動くようになりました。なのでこのつまみの部分は新しくパーツ売っているので、これは付け替えれば動くようになるのかなと思います。ところでコネクタのピン、中から見てみましたら3ピンしかついていませんでした。実はこれオプションで後ろの方でもこのクライメートコントロール、いろいろ温度調節とかするディスプレイがついているものもあるので、それ用にたくさんピンが用意されているんですが、僕の X5 はもう温度調節しか基本的にはいじる調節するものがないので、もう3ピンでもう済んでしまうんだろうなと思います。ということで一応原因究明はできたということで戻していっておりますが、ここで一つ注意点として、僕はこの下のポケットのようなトリム上しか外さなかったので、ちょっと斜めにずれてはめなければいけないんですね。なので爪にちょっと負担がかかっていたようです。なのでこれ外される方は下のボルトも一応同時に外した方がこのパーツ自体を傷めなくていいのかなと思いました。はい、そして配線などもね、変に挟み込まないように注意をして、そしてボルトも閉まったのでパネルを押さえながら手前に引くと閉めることができます。そしてこちらも助手席側の後ろ側、反対側ですが、こちらも同じようにスライドさせてはめていきます。このスライド形式いいですよね。すごい整備しやすいというかメンテナンスしやすい構造でいいと思いました。そして続いて上はもう小さいパネルは押し込むだけでよしと。はい、そして運転席側助手席側それぞれ移動しまして、外したパネルをつけていきます。ちなみに今から出るこのアングルは助手席側のシート、その隙間からそのパネルを見ているところです。ずらして、はい、こんな感じでスライドさせてパネルを戻したという感じですね。そしてこのクリップはめるとき外すとき折れてしまいました。まあ経年劣化というか、こういうクリップ類は多めに前もって注文しておくのがいいのかなと思いました。右の方は新しいパーツ、手前のつまみだけをオーダーすればいいということですが、左側は羽だけのパーツというのが探せなかったので、全てアッセンブルで買うともう1万2万いってしまって、これを直すのにそこまで出すのはという感じなので、もうちょっと探してみたいと思います。ということで今回は原因究明にとどまり、完全にねすっきり修理という感じにはいきませんでした。まあこういう日もあるのかなと思いながら次の修理につなげていきたいと思います。今回の後部座席のエアコンの吹き出し口の取り外し方、参考になったという方はいいねボタンを、こういった修理動画または修理できなかった動画をまた見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。